ペットは大切な家族。しかし残念なことにそんな大切な家族を捨てる人は後を絶ちません。なぜなのでしょうか。さまざまな事情によりこれ以上飼うことができなくなることも当然あるでしょうが、その場合は引き取ってもらえる人を探すことはできるはずです。それなのに置き去りにする人がいます。残されたペットはただただ飼い主さんの帰りを待つことしかできません。それはペットにとっても飼い主さんは大切な家族と思っているからなのです。今回はそんな悲しい目に遭った犬の話を2つお伝えします。ある日のこと、コートニー・ボールズさんの父親が隣のアパートの外で子犬がつながれているのを見つけました。犬を救助した経験のあるボールズさんは父親から連絡を受けて現場に駆けつけました。そしてそこで見つけたものにショックを受けました。到着した時、信じられない気持ちでいっぱいでした。犬はひどく痩せていて、自分の排泄物やゴミにまみれていました。とてもお腹を空かせ、手の届くところにあるゴミ袋に手をつけていました。と、ボールズさんは話します。その犬は明らかにネグレクトを受けていて、飼い主は家賃を滞納してから家を出て行きました。犬はポストにくくりつけられたままになっていました。首には猫の首輪が巻かれていて、食べ物も水もありませんでした。怯えているその犬がどう反応するかわかりませんでしたが、ボールズさんが優しく触れると態度は一変しました。はじめは警戒していた犬でしたが、ボールズさんは優しく撫でてご飯をあげました。するとボールズさんのことを助けてくれる人と理解したのでしょうか、人懐っこい犬へと変わったのです。リードから外し車に乗せるとすぐに尻尾を振り始めました。ボールズさんは犬を家に連れて帰り、すぐにお風呂に入れました。体をすすぐと水は茶色に変わり、犬は喉が渇いていたのでそれを飲もうとしました。きっとこれほどたっぷりの水を見たことがなかったでしょう。それ以来、嵐の時や大きな音が聞こえた時など、怖い思いをした時はいつも走ってバスタブに飛び込むようになったそうです。この子にとって初めての安心できる場所だったのだと思います。と、ボールズさんは話しています。その後、犬はボニーブルーと名付けられ、数週間経つ頃には自信を取り戻していました。家に住むもう一匹の犬のミリーとも仲良くなりました。ボニーは最初に連れてきた時はとても弱っていたので、走ったり家具に飛び乗ったりすることができませんでした。そこでミリーは少し減速してボニーが追いつくようにしたり、ソファーからおもちゃを落としてボニーが使えるようにしていました。と、ボールズさんは言います。今では2匹はまるでずっと前から友達だったかのように振る舞い、一緒に遊んだり寝たりしています。ミリーは新しくできた妹にもっと自信を持つ方法を教え、子犬時代を楽しめるよう手助けをしました。すっかり新しい暮らしに慣れたボニーは今では全く違う犬のようです。とてもエネルギッシュで走ったり遊んだりするのが大好きです。ボールズさんに寄り添ってくるようにもなり、人と一緒にいるのも大好きになりました。数ヶ月後、ボニーはすっかりボールズさんの家族の一員として暮らし、長い間求めていた愛情を注いでもらっています。毎日ボールズさんに感謝の気持ちを示し、第二のチャンスを手にするのに遅すぎることはないことを証明しています。ボニーは私たちの生活にたくさんの楽しみをもたらしてくれています。あの劣悪な状態で生きていたとは思えないほど可愛い犬になりました。ボニーは許すことと成長することの意味を私たちに教えてくれました。と、ボールズさんは話しています。無責任な元飼い主によって辛い思いをしたボニーですが、心優しいボールズさんに助けてもらって本当に良かったです。これからは安心して暮らせますね。また、飼い主に可愛がられることなく鎖につながれていた犬が発見されました。
ただ生かされていた状態だったその犬は、その後人間の愛情の存在を知ることとなりました。ある日、アメリカミシシッピ州とテネシー州を拠点に活動する非営利団体チャーリーズ・クルセイダーズ・ペットレスキューは、ジニーと名付けられた犬を救済・保護しました。同団体では、飼い主に飼育放棄された犬のほか、路上でさまよう犬たちを救済・保護し、安楽死処分率の高い中南部のシェルターから北部の保護施設へ移して永遠の家を探す活動を行っています。ジニーは元の飼い主に外で短い鎖でつながれたまま放置されていた状態のところを発見され、飼い主と引き離されましたが、預け入れられた先は安楽死処分率の高いシェルターでした。保護団体は救済したジニーと一緒にいた兄弟犬に永遠の家を見つけるため、里親募集の投稿を Facebook に掲載しました。ところが、兄弟犬はすぐにもらい手が見つかりましたが、フィラリアを患うジニーには半年間も引き取り手が現れませんでした。しかし、運命の出会いが訪れたのです。犬好きの女性が団体の里親募集の投稿を見てジニーに一目惚れしたのです。バージニア州に住むローレンス・ミス・グリーノさんは、幼い頃から犬が大好きな祖母の影響を受けて育ち、自身も困っている動物たちの世話をすることに人生を捧げてきました。地元の動物保護施設でボランティアとして働いているローレンさんは、仮里親となって動物たちが永遠の家を見つけるまで自宅で世話をする日々を過ごしていました。ローレンさんはもう一匹施設から犬を預かり、飼い主が決まるまで世話をしようと思い、チャーリーズ・クルセイダーズの投稿を見ていました。そこでジニーの写真を見たローレンさんは一目でジニーを大好きになり、この子をうちの子にしたいと早速団体に連絡を取り、ジニーに会いに行きました。ローレンさんはジニーを仮里親としてではなく、家族として迎え入れることを決意しました。こうしてジニーはローレンさんに引き取られ、ローレンさんが飼っているジェンドリー、ガーネット、ジジという3匹の犬を紹介されました。これまで屋外で鎖につながれっぱなしだったジニーは初めて家の中に入りました。そこで柔らかいベッドや楽しいおもちゃの存在を初めて知りました。また一緒に遊ぶことのできる素敵な仲間にも出会ったのです。そして何より自分を心から愛してくれるローレンさんという優しい飼い主に巡り合うことができました。ジニーを引き取って3ヶ月後、ローレンさんはこのように語っています。ジニーは今とても幸せに暮らしています。毎晩私と夫の寝室で眠ってとても甘やかされていますよ。おもちゃの存在を初めて知ったジニーは今テニスボールやタグボートに夢中です。初めてベッドに横になった時にはあまりの心地よさにすぐに眠ってしまいました。3匹の仲間ともうまくやっていて、特に末っ子のジジとは一番仲が良く、いつもレスリングをして遊んでいます。私が仕事中の時には骨のおやつを噛みながらそばでじっと座ったりもしています。ジニーはとても優しく愛情深い犬で、いつも寄り添うことが好きです。ジニーは過去の経験からまた外に置き去りにされるのではないかというトラウマを抱えているようです。精神的な回復には時間がかかるようですが、家族全員でジニーに触れ合い、たくさんの愛情を注がれているので、きっと克服する日も近そうですね。現在フィラリア感染も順調に回復しているとのことです。薬治療を行い、定期的に獣医院で検査をしてもらっているそうです。犬はとても純粋な生き物です。全身で愛情を表現してくれます。犬を愛し、犬に愛されることは私にとって大きな喜びです。と、ローレンさんは話しています。人間に裏切られ、その恐怖がトラウマとなってしまったジニー。そんなジニーを救ってくれたローレンさん。初めておもちゃや仲間と遊ぶ楽しさを知り、人間の愛情を知ることができました。これからは家族の愛情をたっぷり受けて幸せに暮らしてほしいですね。
犬を裏切り悲しませるのは心ない人間。ところがそんな犬を救うのも皮肉なことに人間です。どんなに辛い経験をしたかわかりませんが、人間を恨んでもおかしくありません。しかし人間の優しさや愛情が伝わると心を開いてくれます。私たち人間と同様に感情があると言われている犬をどうか悲しませないであげてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。